はいどうもこんにちは。今日はこの黒いカジュアルな靴を完成させたいと思います。前回ソールの仕上げをやってつま先にトーブラスをつけました。ということで今回はアッパーですね。アッパーにクリームを入れてワックスをかけてピカピカに磨いていきたいと思います。まずはこのビニールの仮紐を切ります。しっかり羽にも癖がついてますね。少し全体のホコリを払ってクリームを塗っていきます。指に少し取って塗り込んでいきます。このエプロンのスキンステッチの部分もしっかり塗っておきます。次はサフィールの黒、これを少し取りましてベルトとアッパーの隙間に塗っていきます。それとスキンステッチのエプロン部分にも塗っておきます。ブラッシングしていきます。では次はワックスですね。つま先をピカピカにしていきます。まずはこのサフィールのミラーグロス、こいつを指で塗ってベースを作ります。かなりボロボロになってますけど全然使えます。少し固めなんですけど指に取って塗っていきます。かかと部分は片押しの皮使ってるのでそんなにピカピカにするつもりはないんですけど少しだけ薄く塗っておきます。ツヤを出していきます。このシャドウステッチのちょっとボコボコっとなってる感じにワックスが塗ると独特な雰囲気が出てすごく好きです。ニュートラルの柔らかいワックスも仕上げに使っていきます。小判も十分光ってるんですけどね、ここにも薄くワックスを塗っておきます。では木型を抜きます。履き口がしっかり剥がれるようにちょっとマッサージをしましていきます。よいしょ。しっかり抜けてくれました。ここかかとの下がり止めのライニング残してあったのでこれをカットします。この匂い好きなんですよね。皮と海苔の混ざった匂いが普段嗅いでるからかすごいね落ち着くんですよね。最後に靴ひもを通します。黒のロー引き平ひもですね。はい、ということで靴が完成しました。ちょっとねいろんなやってみたことないことに挑戦してみたんですけどすごくかっこいい靴ができました。じゃあデザインとディティールを見ていきたいと思います。デザインはエプロンフロントダービーですね。 U チップっていうのは一応和製英語みたいなのでこの前部分フロントにエプロンのように垂れ下がっているようなデザインですね。でここがスキンステッチ、革の中に糸を通していく縫い方でかなり難しいんですけどこんな感じでボコボコと革の表面に面白い模様が出ます。
ちらもシャドウステッチ、革の裏側で表に縫い目が出てこないように同じくスキンステッチをしてありますね。でパーツ構成は1、2、3と4ですね。でこのかかとのパーツだけは片押しの革を使ってます。メインの革はフランスのアノネイ社のボカルーっていう革で、こちらが同じくアノネイのアルパインカーフという革ですね。こうつぶつぶとした片押しがされているような革です。色はどちらも黒でやりました。さりげないおしゃれな感じを演出してますね。全体的にイメージがカジュアル寄りだったんで、こんな感じのことをやってみました。紐穴は金属ハート目をつけてますね。でサイドのステッチ、これはただの飾りステッチなんですけど、手縫いでどっしりとした縫い目を縫ってみました。で底付けはダブルウェルトですね。かかとも含め360度ウェルトを巻いてます。こうすることでかかとの周辺にボリューム感が出てどっしりとした雰囲気が出ますね。後ろから見るとこんな感じでシームレスヒールになってます。でその下にどっしりとした大きめのヒールがくっついてますね。ウェルトはストーンウェルトを使ってまして、このアッパーとウェルトの間に一筋線がぽっこり見えるタイプですね。これによってアッパーとウェルトの隙間から雨の侵入を防ぐという、そういう役割があります。この出し縫いはピッチで 3.5 ミリぐらいの間隔、カジュアルめということで少し粗めに縫ってみました。ウィールで目付けをしっかり入れたんで、ギザギザの山がはっきり出てカジュアルな印象を与えてますね。こんな感じでかなり均一に綺麗に入ってます。キラキラしますね。でソールはダブルソールです。ウェルト、ミッドソール、アウトソールということで、ソールが2枚重なってます。でウェルトの上部はこれ黒なんですけど、断面、このコバ部分は茶色に染めました。黒のアッパーと茶色のソールの組み合わせがかっこいいと思います。でこれトーブラスですね。つま先の削れ防止の真鍮板を自作してくっつけました。マイナスネジで固定しています。ちょっと指紋がついちゃってますけど、真鍮板はピカピカに磨いてありますね。このマイナスネジはしっかりこのプレートの面に収まってますね。この断面から見た時のこのソールの一部が金色に光り輝いているのがかっこいいですね。ソール面の仕上げはこの感じで木目を意識してムラ感を出してみました。ローズウッドとかエボニーとかその辺の濃いめの木の木目を意識しています。デザインのパターン的にはエドワード・グリーンのドバーっていうモデルとほとんど同じで、カウンターパーツがあったり、エプロンフロントでスキンステッチやってあるっていうのが一緒なんですけど、こういう外ハトメな感じとか手縫いな感じ、この底付けのボリューム感なんかで有名なドバーとね全然違った印象の靴になったんじゃないかなと思います。ホワイツみたいな少しワークブーツ系な雰囲気も感じますね。木型は結構細めでスタイリッシュなんですけど、底付けでボリューム感があって、そのバランス感が個人的にはすごく気に入ってます。この靴は僕の友人に作った靴で、いろいろねどんな風に使いたいかとか、デザインどういうのがいいか、それを聞きつつ、そういう要望だったらこういうディティール合うかなとか、こういう底付けにしたら楽しくかっこよく履けるんじゃないかなみたいなことをね、もらった注文に合わせて僕なりの解釈をいろいろ加えてこういう靴にしました。多分ね喜んでくれると思います制作動画も見てくれてるんで、今まで動画で一から組み立ててきたこの靴の実物を見せて履いてもらいたいと思います。この靴の完成写真、ディティールとか履いてもらった時の写真とかはまたインスタグラムの方にアップしますので、よければチェックしてみてください。で概要欄に今までの作業工程全部貼っておきます。アッパー作るところから木型に吊り込んでっていうところね撮ってますので、よければそちらもチェックしてみてください。でこの靴は完成しましたけど、僕の靴作りまだまだ終わりませんので、これからもどんどんやっていきます。じゃあ最後履いてもらいたいと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。